皆さん、こんにちは。クオンです。レディーナイトサーガの続きやっていきます。新しい薬が開発されました。サンプルをどうぞ。量産体制は整っているので、今月からでも研究所内で売りに出されます。海底神殿。神殿じゃない、遺跡か。オートの探索隊がついに砂利の情報をつかんだ。フランオートより南へ行った先にある海底神殿。その先には王家の人間も立ち入ったことのない謎の遺跡があるという。果たして邪竜の真実とは。次に海底遺跡行くんですよね。連絡道開通。落盤で通行できなかった雪山の連絡道が復帰した。これで王とユーカーナ間の物資の流通も復活するだろう。王と露天街の船空屋も早速変わっているようだ。財布の暇は大丈夫か？たまには店を冷やかすのも一興だぞ。錬金について。錬金の基本は魔物が落とす各種素材です。しかしここで応用はどうでしょうか。太古の装飾品や壊れた装備など錬金で生まれ変わらせると、あら不思議、当時の姿に復元できるかもしれませんよ。なんかゼフィの仲間入って、その後ね、宿に3回泊まると、ゼフィが強化されるイベントがあるらしいんで、とりあえず最初に宿に行ってみます。これで3回目。あれ？イベントなんもないな。マジ？なんもないじゃん。とりあえず海底神殿に行きます。多分レベル上げないと、またいいと思うんだけど。さて、どこに行こうか。海底宮へ入る。何これ、宿や。出張回復道場サービス。高っ。30ゴールドだよね、これ。マジ？以上ですの？こんなところまで私を追ってやってきたというの？面白いですわね、騎女。それでこそ我が法敵手にふさわしいですわ。マジ戦うの？はあはあ。いいでしょう、騎女を認めましょう。認めた上で、今度こその勝負、私に白星をいただきたく存じますわ。マジかよ。レベルほとんど上げてないぞ。何が効くんだっけこいつ。わかんねえな。攻撃力ダウン効くね。
まだ死なねえか。お、いい、この技を使うのもしんどいんですのよ。受けよ我が究極奥義。さすが我がライバル。この程度では倒れないこと、重々承知しておりますわ。おお。さらにこれで体勢を立て直しますわ。マジ ?1500 も回復したんだけど。1日2回使ったことはないけど、今やらずしていつやるんだって話でございますわ。言葉知れ我が究極奥義。まさかここまで実力の差があるとは安牌ですわ。マジか。あった。上級騎士の細剣を手に入れた。アグレッシブアピールを手に入れた。ぐす。なんで勝てませんの？落ち着いたか？どいてくださりませんこと？二度あることは三度ある。今のままでは勝てませんわ。何か奥義を。絶対無敵の奥義を。初心に帰って修行ですわ。次こそ、以上、ケチョンケチョンの、立体立体にしてやりますから。また来る気なのか？勘弁してくれ。一旦戻ろっか。とりあえずレベル上げてきたので、行ってみたいと思います。2レベルくらい。魔法陣か。倒せるんかな。カラコロロ。回れ回れや。からくり車。歌え歌えや骨の歌。カラコロ、騎女も私のからくり見ていく？戦術王が出現。
よし、攻撃威力下がったな。あれ、こいつ結構弱いか？カラコロカラコロ、奏でや歌を。え？何これ、進化したん？我が名は、魔鬼戦術王。命を爪引き押してまいる。マジかよ。強すぎるだろ。マジか。何これ、ディフェンスダウンになってる。うわぁ、意味わかんねえダメージだった今。マジかよ。おっしゃ。やば。強すぎる。臭いからくりでは破れるのもまた当然か。これぞ自然の摂理なり、次はもっとすごい仕掛けを仕込んで待ってるよ。さて一旦戻るか。よし、とりあえずレベル2ぐらい上げてきたんで、行ってみます。倒せるかな？扉は固く閉ざされている。そこからもともなく声が聞こえてきた。火の鍵を持つ者よ。汝を定めし天界の断りを集めよ。何これ？断りは3つ。天の隣。天球の加護を得たくば、課せられた試練を踏み越え進むがいい。あ、いた。水の鍵が怪しい輝きを放っている。お、これは。出た。まさか、中から邪竜の化身が？深海の瞳が出現。何が効くんだかは全くわからない。あ、邪竜だからこれが効くんか。熱竜拳。マジかよ。暗闇になっちゃったよ。これがあるじゃん。全体状態上回復。よっしゃ。
やべえ、混乱した。やばい、回復役が混乱してるわ。直そう。うわ、マジ？よっしゃ。強っ。この先に何があるというんだ。確かめてみる必要があるな。人がいる。町？海の底に町が。どうなってるんだ？これ、回復しなくて大丈夫かな？これ何？武器屋があるじゃん。どうせ買えないんでしょ。買えねえや。ようこそおいでなさいました。竜の巫女、第三王女マリアの動き師ステラ、美女が来るのをお待ちしていました。私を知っているのか？ここは一体何なんだ？ここは竜の神殿。はるか昔より、封印の地にて眠る邪竜を監視する場所。そして邪竜の力のかけら、邪竜の化身を作り出している場所でもあります。マジ？邪竜の化身を？どういうことだ？落ち着いてください、騎士ステラ。美女がここにたどり着いたら全てお話しするよう、美女のお姉様である騎士アステルから頼まれています。姉様から？姉様はここを知っているのか？はい、ここははるか昔に王家の人間により作られた邪竜の封印地より最も近い海底の都市です。800年前、清流との戦いで傷ついた邪竜は海底の洞窟にその身を隠しました。当時の王家は邪竜を封印するために天界魔界深海に伝わる三種の天体の力を使い、邪竜を封印、邪竜を洞窟ごと海の底深くに閉じ込めたのです。しかし、三種の天体の力を用いても邪竜の封印は代償なしには果たせませんでした。不完全な封印は邪竜の力をすべて抑え込むことができず、漏れ出した邪悪な波動は世界の法則を歪め、世界の暗黙のルール、断りを大きく変化させました。まず、世界の断りは、邪竜の眷属が我ら人、特に女性を糧とするように定めました。この町は、供物として捧げられるはずだった巫女が集まって作られた場所です。そして世界の断りはもう一つ、邪竜の化身を生み出しました。封印の地から漏れ出す邪竜の邪悪な波動を形としてこの世界に権限させる力です。女性の性を糧とする多くの魔物、そして邪竜の化身、それらは800年以上前、清流と邪竜が戦った際に作られた新しい世界の法則だったのです。邪竜と戦った清流も世界の断りには逆らえませんでした。清流はその身を大地に横たえ、地に返し、人を魔から守るための龍脈を作り出したと言われています。また、清流は我々に邪竜の化身を
自在に生み出せる力も与えました。邪竜の化身は、邪竜の力のかけら、それが世界に権限し、続ける限り、封印されし邪竜自体に力が溜まっていくことはありえません。弱肉強食が世の常ならば、清流と邪竜の戦いの後、人は魔物の糧として食い尽くされ、いずれは滅ぼされてしまうはずでした。しかし、人は武器を作り、魔法を操り、清流の残した秘宝を用い、これまで何とか生きながらえてきています。そしてそれは、おそらくこの先も変わりません。我々がここで邪竜を監視し、力を蓄えさせないように計らい続ける限り、それでも邪竜の復活が近いというのは、正確ではありませんが、あながち間違いとも言えません。邪竜は周期的に力を高める時期を迎えるとされています。そういう時期には我々も多くの邪竜の化身を作り出します。邪竜の力が再び弱まるその時まで、邪竜の化身を生み出し続けなければいけません。それがいつになるか我々にもわからないのです。我々はただ邪竜の力に注視し、封印を破れるほどの力を蓄えさせないよう計らうのみ。地上で邪竜の化身が多くの災害を引き起こすことは我々ももちろん承知しております。しかしこれは封印のためのやむを得ない犠牲なのです。そんな、いつまでかかるかわからないのに、それまで地上は邪竜復活の噂や邪竜の化身に怯え続けなければいけないというのか。それも王家の定めたこと、何百年とこの大陸と王国を動かしてきた抗いようのない世界の断りなのです。おそらくここで聞いた話だけでは、貴女も全てに納得することはできないでしょう。地上へお戻りなさい。王家の人間ならば、さらに詳しいことを知っているはずです。それを聞いた上で、貴女が何をすべきか見極めるのです。私が何をすべきか。貴女が再びここを訪れたとき、何を試さんとするのか。それを決めるのは貴女自身ですよ。また、会えるときをお待ちしております。テラは、海底にある清流の神殿までたどり着いた。第7の月。テラ、海底都市へとたどり着いたそうですね。はい、そのことでお話が。いえ、大体のところは承知しています。王都の隠された文献にもありましたし、お姉様たちにも話を聞きました。申し訳ありません、ステラ。私がもっとしっかり調べていれば、非常に辛い旅をさせずに済んだのに。そんな、マリア様のせいではありません。ふふふ、ステラは優しいですね。昔からそういうところは変わりませんね。邪竜の化身は王都の命令で生み出されていた。それを指示していたのはお姉様。第一王女であるミリアムお姉様でした。先祖代々一番上の王子が海底神殿を管理し、邪竜を復活させないように努めてきたそうなのです。今回私たちが首を突っ込んでしまったことで、いろいろな人に知られてしまいましたが、今までこれは王家だけの秘密であったと。もしかしたら私たちは余計なことをしてしまったのかもしれませんね。マリア様はどうお考えですか？邪竜の化身が生み出されることに関して。わかりません。化身を生み出し邪竜の力をそがなければ、最悪の竜そのものが復活するかもしれません。けれど、邪竜の化身も決して無害なものではありません。それを生み出すというのはあまりにも、これまで通り邪竜の化身を探して、被害が大きくなる前に討伐する。それしかないのかもしれませんね。他にできることはないのでしょうか。それではあまりにも。
王都に仕える剣、騎士を名乗りながら、未然に国の危機を守れないなど、あまりに不甲斐ないのではありませんか。てらごめんなさい、貴女の気持ちも考えずに。いえ、そんな、マリア様が謝られることはありません。出過ぎたことを言いました。お許しください。いいんですよ、ステラ。貴女の言う通りなのですから。お姉様たちにも以前別の方法を模索していたようなのです。それが何かわかれば、あるいは。ステラ、再び海底都市へと赴いてください。何をするにしても、海底都市の巫女に相談しなければなりません。わかりました。何をすべきか、何ができるのか、この上でしっかり確かめようと思います。お願いします、ステラ。貴女に清流の加護はあらんことを。私にできることか。そういえば、姉様はこの件、どう考えているのだろうか。よし、じゃあ今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。